こんにちは、内藤潤と申します。今日はよろしくお願いします。今日は、Improvement of DXML and Speed Up Using Stone Scanner という内容で話させていただきます。よろしくお願いします。で、まず自己紹介になります。GitHub と Twitter のアカウントは NAITOH なので、よろしければフォローいただければと思います。であと、RxML のライブラリの新しくメンテナになりました。去年の12月からメンテナになっております。であと、Red Data Tools という Ruby でデータを処理するプロジェクトのメンバーだったり、Redmine 東京という Redmine の勉強会のスタッフをやっております。あと、メドピアで働いております。で、メドピアちょっと紹介させてください。メドピアはお医者さん向けの SNS コミュニティサービスで、医師を支援すること、そして患者を救うことというミッションで唱えており、集合値による医療を再発明するという形でやっております。でこちら、開発ブログと採用情報ありますので、興味あれば見ていただければと思います。で、今回私が取り組んだことですね。Ruby3.4 の DXML で XML のパース処理をコース化しました。具体的には Ruby3.3 に添付されている RxML の 3.2.6 ですね。そちらと Ruby の 3.4 に添付されている DX の 3.4.0 の間で最大 50% 速くなりました。で、具体的にどういった XML が速くなったかということで、これは XML のコノードですね。チャイルド ID0 から4999という形で5000個のコノードを持つ XML のパース処理で速くしました。で、これはベンチマーク結果ですね。これ Ruby3.4 で WAJIT 無効状態でベンチマークを取ったものになります。で、DX のパーサーは大体4種類ありまして、DOM パーサー、SAX2 パーサー、PUL パーサー、STREAM パーサーという形で、DOM パーサーは 3%、SAX2 は 11%、PUL パーサーだと 10%、STREAM パーサーだと 16% という形で配布しております。で、これは WAJIT 無効状態ですけど、有効にするとこんな感じで、DOM パーサーで 22%、SAX2 で 39%、PUL パーサーで 40%、STREAM パーサーが 47% という形で、およそ 50% 速くすることに成功しました。で、これが、3.4 の DX 部なんですが、最新の DX 部 3.4.1 のが出ています。これを使うと、3.2.6 に比較して 60% という形でさらに速くなっていますと。最大 60% 速くなってきますと。で、同じくベンチマーク結果グラフにしますとこんな形ですね。でこれは WAJIT 無効状態のグラフで、DOM パーサーで 7%、SAX2 で 16%、PUL パーサーで 14%、STREAM パーサーで 21% という形で速くなっております。でこれを WAJIT 有効にするとこんな形ですね。それで 31%、45%、54%、58% という形で大体6割速くなっているという形になります。で、これを踏まえまして、WAJIT の有効状態と無効状態のグラフを合体するとこんな形ですね。なので、WAJIT 無効でも速くなってますし、有効にしても速くなったという形で高速化しています。で、これを踏まえまして、去年Ruby 会議の2024の LT でお話しさせていただきまして、この時も DX も速くしましたと。で、この時は大体60% 速くしましたという形で発表しています。でよく見たらなんか最大 60% という形でなんか LT と去年と変わってないんじゃないかというのがありますと。でちょっとこれ実はですね LT の発表時はリリースはされてなかったので LT の当日に 3.2 の後リリース版出たんですけど実はこれ遅くなっていました。でなので実際 LT で速くなったと言ったんですけどそれを皆さんのお手元にお配りすることができなかったっていうのがあります。でなんで遅くなったのっていうのがあるんですけどあと、これですね LT の時には速くなってたんですけど、3.2.7 でガクッと落ちてたという感じですね。でなんで遅くなってたかっていうと、CV が出てました。で CV の 2024-35176 DOS バラエティインディレクションという形で、セキュリティ対策で、このパース処理が遅くなってたという問題があるのが理由です。セキュリティ対策なんで、しょうがないなという形になりますと。でそのため、この1年間取り組んだのが、Make Linux Faster Again と
DX の再び高速化するという形で1年間取り組んだ。で、その、高速化するにあたって、の知見を今日お話しさせていただければと思っています。で、そもそも DXML とは何ですかっていうのを話していきます。で、DXML は、Pure Ruby で実装された Ruby 用の標準 XML ライブラリ、バンドルドジェムです。で、DXML は XML パースするんですけど、そもそも XML と何ですかっていうのがありまして、XML はテキストファイルで、HTML のようにタグを用いて記述をします。で、拡張性の高いデータ交換用フォーマットになっております。で、SVG のこれが画像ですね。あと DocX、これは Word とか、XSLX、Excel とかで、CML は数式、Pub の XML、これは論文とかのものですね。で、SimXML がハードウェアの構成を記述したりとか、そういったフォーマットで使われています。で、このように複雑な表現が可能なのが XML です。で、あと XML の文字コードについてお話ししますと、XML は UTF-8 と16がサポートされています。これは必須です。で、XML のエンコーディングを宣言することで、他の文字エンコーディングも使用可能です。これはオプション扱いですね。で、DXML は XML 処理するんですけど、その処理方法は、DXML は UTF-8 と UTF-16 サポートしています。で、XML ファイルをタグ単位で読み込んでパース処理を行っています。なので、UTF-8 以外のエンコーディングの場合は、読み込み時に UTF-8 に変換して、で内部処理は UTF-8 で処理をするという形になっています。で、Ruby がサポートすれば、他のエンコーディングも基本的に使用可能になっています。で、あと、DX の各パーサーについて説明させてください。で、ちらっと触れましたけど、DX のは DOM と SAX2 プルストリームパーサーが大体4つあります。で、それぞれパーサーの種類を対別しますと、ツリー API とストリーミング API という形で2種類に対別されますと。で、ツリー API は DOM、ドキュメントオブジェクトモデルのパーサーになります。で、スイング API、こちら、さらに分別されまして、コールバックタイプ、受動的なタイプと、あと、プル形式、能動的な形式に分かれますと。で、コールバック形式は、中に SAX2 パーサー、シンプル API for XML のパーサーと、ストリームパーサーという2種類に分かれまして、プル形式はプルパーサーというパーサーになります。で、DOM パーサーの特徴としまして、DOM スタイルの XML パーサーになります。で、XML をモックコードとして扱うので、任意のノードにアクセス可能なので使いやすいという特徴があります。で、パース処理結果をメモリ上に保持するので、逆に大きな XML ではメモリ効率が悪くて遅いという特徴があります。それに対して、SAX2 パーサーの特徴は、SAX2 と同等の API を持つストリーム形式のパーサーになります。で、こちらはXML ファイルの先頭からシーケンシャルに1行単位に処理していきます。で、イベントリスナーを登録することで、イベント単位にコールバックを処理をするという、処理をします。で、これは特徴として、パース処理結果をメモリ上に保持しないので、メモリ効率に優れて、大きな XML の高速という特徴があります。逆に、人間のノードでアクセスができないので、使い勝手悪いというのがあります。で、ストリームパーサーですね。基本的にはこれは SAX2 パーサーと同じです。ただ、ストリームパーサーは、機能が SAX2 パーサーと比べて限定的なので、逆に計量のため早いという特徴があります。で、最後にプルパーサーですね。こちらもストリーム形式のパーサーで、やはりXML の1行単位に処理するという形です。違う点は、プルパーサーは各イベントを自分で読み込んで処理するという形なので、柔軟性が高いので、扱いやすいという特徴があります。で、モチベーションです。私はPDF 出力ライブラリの RBPDF というジェムがあるんですけど、その作者ですと。で、RBPDF は Redmine というPDF 出力機能で使われているジェムになります。で、インストールの容易な DXML を用いて RBPDF で SVG 画像の PDF を出力サポートしたいのがモチベーションになります。で、ただ、DXML はパフォーマンスが C 拡張 JM が遅いので、このパフォーマンスをなんとか改善したいという感じで取り組んでおります。で、改善点、これ繰り返しなんですけど、DX の 3.2.6 から 3.4 で 50% 速くして、3.4.1 で 60% も速くなっていますと。で、これどうやって速くしたのっていうのがありますと。で、こちら、Ruby 2019の、須藤さんの発表の引用なんですけど、CBS を速くしたという内容で、この中で、複雑なケースはストリングスキャナーを使うといいですよと。ストリングスキャナーを使うとメンテナンスしやすくて、性能が劣化しませんよと。で、これを使うと、ストリングスキャナーを使うと、CSV のように DX の高速ができるんじゃないかみたいなことは書かれています。
これを見て、DXM をストリングスキャナーを使えば速くなるんじゃないかっていう形で取り組んでいます。で、ここでストリングスキャナーが出てきたんですけど、ストリングスキャナーはそもそも何ですかって形で、ストリングスキャナーは蓄次的な文字列スキャナーです。で、特徴として3つですね。文字列の蓄次スキャンを行う、正極限マッチングを行う、状態管理を行うという機能があります。で、文字列の蓄次スキャンは、文字列の先頭から順番に解析しながら先に進むという形ですね。で、正極限マッチングは、スキャンメソッドとか、スキャンアンティルなどのメソッドを使って、特定のパターンを探す形になります。で、状態管理は、ポズメソッド、現在の位置や、レストメソッド、残りの文字列を取得するとか、そういった形で、どこまで解析したかを把握できる、そういった機能があります。で、Ruby1.8 からストリングスキャナーが使用可能です。で、Ruby2.5 以降でデフォルトジェムになっているので、いつでも最新に上げることができます。で、ストリングスキャナーは Ruby の正規表現エンジンのオニグモを使っていますので、基本的に正規表現の機能は Ruby 本体と同等です。なので、Ruby3.2 で実装された DDoS 対策も有効なので、安心して使えるという形になっています。で、実際、あと、ストリングスキャナーが速いという特徴があるので、ベンチマークを作ってみました。で、こちら、テストストリングという文字に対して、ダブルプラス、文字列をマッチさせるという結果をやってやると、テストという結果が返ってきますと。よいしょ。すみません。返ってきますと。で、これをストリングスキャナーを使うと、同様にテストストリングを S のバッファーに放り込んで、ダブルプラスという結果を正極限とってやるとテストが返ってきますと。これちょっと正極限、一番上はバックスラッシュ A つけてますけど、普通の正極限だとバックスラッシュ A で行頭からマッチさせるという意味なので、ストリングスキャナーはデフォルトで行頭からマッチするので、こちらのストリングスキャナーチェックの方はバックスラッシュ A を省いています。で、結果として同じテストが取れていますと。で、正極限じゃなくて文字列マッチを使うと、テストって指定すると同様にテストが取れるという感じで、同じ結果を返すベンチマークをコードを用意しました。で、これに対して結果ですね。リジェクトマッチに対してストリングスキャナーのチェックレジェクトだと 1.55% 速いという結果になっています。で、チェックストリングの場合 1.81 倍なので 81% 速いという結果になっていますという感じで、こんなふうに速いというのが分かっているので、ストリングスキャナーを使うと速くなるというのが分かりました。で、なんで速いのってなります。で、チェックストリングの場合速い理由は内部の比較書にメモコンブ使ってますと。で、正極限は結構重いので、正極限じゃなくてメモコンブ使うことで速いという形になっています。で、あと、じゃあ正極限同士、リジェクトマッチとストリングスキャナーのチェックリジェクト、これ正極限同士のなので、基本的に同じ性能じゃないなと思うんですけど、リジェクトマッチはマッチデータオブジェクトを生成して返すので、この処理が若干重いんですね。で、ストリングスキャナーチェックはマッチした文字列をコピーして返すので、マッチデータオブジェクトを作るよりも軽いという形で、これが性能差として現れています。で、逆にマッチオブジェクトを生成しないメソッドですね。リジェクトマッチハテナとストリングスキャナーマッチハテナ。こちらは内部的に正極限だけして、オート値はブリアンで返すので、生成マッチ結果は返しませんと。オブジェクトを作りませんという形なので、これで比較すると、性能差は 3% 程度なので、両方とも正規表現のみなので、パフォーマンスは同等ということが逆に分かります。で、実際に置き換えていきたいと思っています。で、Excel のパースにリジェクトマッチの側にストリングスキャンを使う形で、置き換える例をお知らせします。で、まず、置き換えの前の例ですね。リジェクスクラスを使う例として、これは、コメントのフータグですね。こちらをパースすると。このフーって結果を取りたいなという形で、それを取るための正規表現がこの形ですね。で、これでフータグが取れるので、じゃあ取った結果はワード0に入るので、じゃあそれが実際どのものになりますかっていう形で、これはじゃあ XM の宣言になりますかって見ると、これは当然マッチしませんと。で、続いてコメントの宣言ですかってこれマッチしますという感じで、これマッチしたらコメントの中を取りたいという形で、こんな形で正規表現宣言してやってやると、フーっていうのがスペースが取れると
いう感じで、正規表現を1、2、3、4回繰り返すという形でマッチするまでこれが繰り返している例になりますね。で、ストリングスキャナーを使うと、これはどうなのか。で、使い方としては、文字列の先頭から順番に解析する形になります。で、その結果処理が分かりやすいという形になります。で、具体的にはこんな形ですね。で、最初のポジション0はちょっとベンチマーク用語コードなんで無視してください。で、ここでコメントの風をS バッファに掘り込んで、で、まず X の宣言の小なりハテナにマッチしますかってやるとマッチしませんと。で、一応下にバッファー状態が書いてるんで、小なりびっくりと小なりハテナマッチしないので、マッチしませんという形です。で、次に小なりびっくり。で、これはマッチしますよという形でポインターが移動しますと。で、ハイフンハイフンがマッチするので、またポインターを進めますという形です。で、続いて、コメントのスペースを取りたいので、正規表現の、よいしょ。ここをマッチさせるという形で、これマッチするので、先に進むという形になります。はい、という結果で、スペース風という同じ結果を取れたので、これをベンチマーク取っていきたいと思います。で、実際ベンチマーク取ると、GX マッチに対して、ストリングスキャナースキャンのが 1.8 倍速いという形で、ストリングスキャナーを使った方が速いということは分かりました。で、あと、GX マッチの代わりにストリングスキャナーのスキャンアンティルというメソッドを使った例をご紹介します。で、スキャンアンティルのメソッド自体は、スキャンメソッドとチェックメソッドとは違って、先頭から、マッチさせるんじゃなくて途中に出てくる、例えば正規表現 STR だったら、途中の STR にマッチするところでそこまでの値を取ってくる。つまりテストスペース STR まで取ってくると。そういったメソッドになります。で、書き換え前のリジェクスクラスで書いた例ですね。これは C データという、タグを使う例で、C データの中に後ろ A タグですね。A 文字ですね。A が10個入ってる。N イコール10で A が10個入るケースと N イコール100って形で A が100個入るケースのベンチマークになります。で、これマッチさせると、結果的に N イコール10の場合、だいたい2856キロ、秒間処理をすると。で、N イコール100の場合は976キロって形で、文字列が長くなるほど性能が落ちているような、そんな形になっています。それに対して、ストリングスキャナーを使うと、これは、種自体は正規表現をそのまま持ってきたような形ですけど、スキャンのリジェクスの結果で、だいたい N イコール10の場合で 1.45 倍速いと。で、N イコール100の場合も 1.16 倍速いという形で、ストリングスキャナーを使った方が 1.45 倍速いというのが分かります。ただちょっと気になるのが、N イコール100という形で、A の文字数が長くなると、性能差が縮まって、若干性能が落ちているというのがちょっと気になります。続いて、さらに、スキャンアンティルのストリングを使った形で置き換えるとこうなりますという形になります。でこちらちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、スキップ説明してないですけど、マッチすると形で考えてください。で、C データっていうタグに対して先頭から、小なりびっくりでマッチさせて、あと C データ、開き括弧、C データ、開き括弧でマッチさせて、あとスキャンアンティルで、この先頭の A から、閉じ括弧を大なりまで取ってくると。で、チョンプで、後ろの大なり閉じ括弧大なりはいらないので削除するという形でやってれば、A が10個とか A が100個とか、返ってくる形で同じ結果を取れますと。で、ベンチマーク結果を見ると、N イコール10の場合、すみません。スキャンアンティルストリングだと、1.58 倍速いと 4513K。で、N イコール100の場合は、3574キロって形で、DX マッチに対して、3.6 倍速いという形になります。で、かなり速いですね。でなおかつ、N イコール100って形で、文字列が長くなっても、性能が劣化しづらい。4513K に対して3574って形で、文字数が10倍になっても、それほど性能が劣化しにくいという特徴があります。で、まとめますと、正規表現の代わりに文字列マッチを使うとより高速ですし、マッチ文字列が長くなっても性能劣化を最小限に抑えられるという特徴があります。
で、ちょっと、スキャンというストリングを、補足説明しますと、Ruby3.4 の添付の、ストリングスキャナーで、ストリングスキャンの 3.1.2 で、文字列マッチに対応しました。新機能になります。で、なんでこれが早いのかっていう話ですけど、内部的には、スキャンというストリングは、視覚処理に RB メムサーチを使っているので、Ruby 本体の機能ですね、それを使っているので早いという形になります。なので、正規表現じゃなくて、C の機能を使っているので、C のよりプリミティブな機能を使っているので早いという形になります。で、続いて、不要なストリングオブジェクトの生成を抑制すると早いという例を紹介します。で、文字列のオブジェクトの生成、データのコピーに時間がかかるというのが分かっています。で、空白除去の場合は、Excel の中で空白とか改行とか、そういった除去をする場合は、マッチ文字列は基本的に不要なので、チェックメソッドだと空白返ってくるんですけど、そのオブジェクトを作るのに時間がかかるので、それを削減したいと。で、マッチハテナだと、マッチ結果の、文字数ですね。ストリングじゃなくて、インテジャーで返ってくるので、その分早いという形になります。で、ベンチマーク取るとこんな形ですね。チェックメソッドに対して、マッチハテナを使うと 1.33 倍、33% 速くなると。マッチ文字列が不要なら速くなりますよっていうのが分かります。で、あと、同様に分岐処理でも同じような手法が使えます。で、分岐処理も、マッチ結果の文字列とかいらないので、チェックメソッドで文字列返すよりもマッチハテナでマッチ結果の数字を返す。で、あと、正規表現よりも、文字列マッチを使った方が早いというのがあるので、これをベンチマーク取ってみました。で、それがこの結果です。で、左側ですね。正規表現の場合、チェックよりもマッチハテナの方が 1.7 倍早いと。で、なおかつ、同じチェックメソッドでも、正規表現を使うよりも文字列マッチを使うと 1.37 倍早いと。なので、マッチ文字列不要なら早くなりますし、文字列マッチはより高速と。で、マッチハテナで文字列マッチだと使うと、左上のチェックの正規表現よりも3倍早いという形でかなり早くなりますというのが分かります。で、あと、文字列オブジェクトの生成を避けるという形で、さらに早くしたいとなります。で、これは、XML の属性テストっていうアトリビュートを取る処理なんですけど、アトリビュートってダブルコーテーションか、シングルコーテーションか、どちらかで書こうというのがあるので、開始がダブルコーテーションと囲ったら終わりはダブルコーテーションを探す必要があるので、で、最初どっちに始まるか分からないので、コーテーション、両方指定して、正規表現で取って、その結果を使うみたいな処理をやってるんですけど、これをなんとか避けたいというのがあります。で、それをするためのメソッドがピークバイトっていうのがあります。これ1バイト取ってくる、1バイトそれを数値取ってくるという形なので、文字列は取ってきません。なので、ASCII 文字であれば、使える文字セットで、シングルコーテーション、ダブルコーテーションってこと、ダブルコーテーションなら34、シングルコーテーションなら39って形で返ってくるので、それで、コーテーションが何かっていうのが使えるので、早いという形になります。で、実際ベンチマーク取るとこんな形ですね。3倍早くなると。オブジェクト生成しなければ早くなりますというのがあります。で、こちらピークバイトを補足しますと、こちらもストリングスキャナーの 3.1.2、Ruby3.4 添付ので追加された新しいメソッドです。で、ちょっとこれ補足しますと、ファーストルーティング、アーロン・パトンさんが、ファーストルーティングパーシングインレールズという形で、去年のレイズワールドでお話しされた内容で、ピークバイトを紹介されてました。なので、この話を参考にして、DXM を早くしましたという形になります。で、あと、遅い処理には定数やメモ化を使うといいですよというのがあります。で、DXM の中で EJEX エスケープっていうのを使っているんですけど、これ結構遅いんですよね。で、これを定数化してやると、7倍早くなりましたっていうのがあります。で、あと、読み取り区切り文字のエンコードっていうのをやっています。で、DXM はタグ単位に処理しているので、タグの末尾、大なりを読み取りの区切り文字として XM 読み込んでるんですけど、UTF-16 の場合は UTF-16 に変換してそれを区切り文字として使うということをする必要性があります。foo っていうものだと末尾にスペース大なりっていう形で変換し合ってこれを区切り文字として使うっていうのがあります。で、XML の場合は文字コードは基本的に一つだけなので、
一度、区切り文字作ってしまえばそれ使いませんので、印刷化してやると早いというのになります。メモ化してやると早いというのになります。で、最終的には、Ruby 会議2024 LT で早くして 3.2 でなので遅くなったんですけど、LX の 3.41 で、最終的に、1年前と、かなり同等ぐらいの形で早くしたという形で、高速化されました。で、これをもう今回は皆さんの手元で使えるという形になっています。で、その他の改善点を説明します。向こうは XML のチェックの強化をやっています。あと、各パーサー間でのパース処理結果の統一をやっています。で、向こうは XML の例として、複数のルートタグがあるもの、これは XML として無効なので、違反として弾くようにしています。あと、ルートタグ前に文字列がある場合、これでも XML の使用違反なので弾くようにしています。で、これがいい点として、ボムが壊れた場合、文字列を解釈する形なので、その場合、これは不要な絵文字としてエラー検出できるということだったので、いい改善だったかなと思っています。で、あと、ルートタグの文字列もこれも使用違反なので弾くようにしています。あと、ルートタグがない文字列ですね。本のテキストファイルとかに見えてますけど、これはXML を取得しようとして、何らかのエラー文字列が応答された場合、今まで XML は XML パーサー側でエラー処理できなかったんですけど、してなかったんですけど、これをエラーとして弾くようにしました。なので、今までは XML を使うときに、事前に XML じゃないかどうかチェックする必要があったんですけど、そういった事前チェックが不要になりましたという形になります。で、あと、各パーサー間でのパース処理結果を統一します。で、DXML は DOM、サクス、プル、ストリームのパーサーがあるんですけど、処理手順に差がありますというのを先ほど言いました。ただ、パース処理結果にも差があったので、それを処理結果が同じようになるように修正しました。で、この中でエラー処理項目にも差があったんですね。で、その内容で、セキュリティ対策の一部が DOM パーサーのみの実装だったっていう問題があったので、これを全部のパーサーに適用されるように、DX の 3.3 で修正済みです。で、まとめです。XML のパースに JAX クラスの代わり、ストリングスキャナーを使うと速くなっていいですよと。で、文字列マッチを使うとより高速になりますよと。で、マッチ文字列が長くなっても性能劣化を最小限に抑えられるという特徴があります。で、文字列オブジェクトの生成を避けると早いですと。で、遅い処理には定数やメモ化を使うといいですよと。で、これをやって、ボトルネックを解消後に YJIT を使うとさらに高速になりますよっていうのがあります。で、あと、そんな改善点は、向こう XML チェックの強化だったり、各パーサー間でのパース処理結果の統一をやっています。で、今後の改善案です。ストリングスキャナー、今回新機能いろいろ追加できたので、それを用いたさらなる最適化をやっていきたいと思います。具体的にはスキャナーというストリングやビッグバイトをより使っていく形にしたいなと思っています。で、あと、他の GM でもストリングスキャナーの新機能を使っていければと思っています。で、CSV が法則化して話して、ストリングスキャナーを DXML 使えばいいですよって話があって、その流れで、ストリングスキャナーいろいろ機能追加できたので、逆に、ストリングスキャナー強化によって、新しいメソッドとか、それを CSV 側で使うと、より早くできるかもしれないというのが思っています。以上になります。ご清聴ありがとうございました。